赤外線写真とフィルターの関係について、皇居外苑の和田倉噴水公園の赤外線写真を撮ってまとめた動画です。第1部と第2部から構成してあります。撮影に使ったカメラは赤外線カットフィルターを取り除いてフルスペクトル化したパナソニック TZ30 です。赤外線写真によるこの公演の動画は和田倉噴水公園として本チャンネルで前にも公開いたしましたが、今度は赤外線写真としての特徴をさらに追求しながらまとめてあります。和田倉噴水公園は皇居外苑の一部で東京駅から西に数分歩いたところにあります。江戸時代には東京湾の入り江で海上輸送の拠点であったところです。海を意味する和田に周辺に多く建っていた蔵を合わせて和田蔵と呼ぶようになったそうです。現在の公園は1993年に金城天皇の結婚式に合わせて再整備されて1995年に完成しました。普通の写真は目に見える光、可視光で撮った可視光写真です。赤外線は目に見えない光なので色はありません。したがって赤外線だけで撮った写真の被写体は明るさだけの写真、モノクロ写真になります。一方、可視光線も含めて撮影した赤外線写真には被写体の情報が多く含まれていて興味深い雰囲気の写真になっています。赤外線写真を分類すると、まず目に見えない光である赤外線だけで撮った赤外線写真のモノクロ赤外線写真があります。波長がほぼ750ナノメートル以上の光だけで撮った赤外線写真です。次にあるのが赤外線とある程度の可視光線を混ぜて撮影した強波長領域赤外線カラー写真です。その境目ははっきり決まっているわけではありませんが、600ナノメートル程度以上の波長の光で撮った写真です。さらに波長がかなり短い可視光までも含んだ光で撮る高波長領域赤外線カラー写真があります。この場合、光の波長は可視光のほぼ全領域を含みます。フィルムカメラの時代の赤外線写真といえば、多くの場合このような写真を指します。フィルムで撮影した写真は撮影後にその色などを大幅に変更することはできませんが、デジタルカメラで撮った写真は画像処理で全く違う雰囲気の写真にすることも可能です。特に赤外線写真や紫外線写真はもともと色がないものや違う色に見える被写体を撮影するのが目的ですから、いろいろな工夫によって色を変えることは一つの重要な撮影技術です。写真の色はこのように撮影後の画像処理技術によって変わるだけではありません。撮影の時に使うフィルターによっていろいろ変化のある写真を撮ることができます。デジタルカメラによって赤外線カラーフィルム写真のような写真を撮るには、本チャンネルの別の動画、フィルム型フォルスカラー赤外線写真で説明したように、同じ被写体を撮影した赤外線モノクロ写真と可視光によるカラー写真を合成する方法などがありますが、このようなことをしないでもフルスペクトル化したカメラを使って単波長領域と赤外線領域の光を組み合わせるフィルターを用いることで赤外線カラーフィルム型の写真を撮ることが簡単にできます。英国のコラーリ社の IR クロームというフィルターは、このようなフィルム型フルスカラー赤外線写真を撮るために開発されたフィルターで、フルスペクトルカメラにこの IR クロームフィルターを取り付けて撮影すれば、撮影したそのままのデジタル写真が赤外線カラーフィルム型の写真になっています。IR クロームフィルター以外にも、透過光の波長分布が IR クロームフィルターに似ているフィルターもいろいろあって、赤外線カラーフィルム型の写真に似た写真を撮ることができます。本動画では IR クロームフィルターの他に色温度補正フィルターの MC80B を使います。
一方、強波長領域赤外線写真を撮るためには SC650 フィルターと IR720 フィルターを使って撮影し、青い空を撮るために LAB 色空間で A 軸、B 軸の反転をする画像処理を行っています。本動画の第一編ではシャープカットフィルター SC650 および色温度補正フィルター MC80B を使って赤外線写真を撮りました。この図で見られるように SC650 フィルターは赤く MC80B フィルターは青い色に見えます。そのフィルターからの透過光の波長分布は下のグラフで示した通りです。高波長領域赤外線写真を撮るために使った色温度補正フィルター MC80B は可視光の低波長部分の光の透過量が大きく、赤外線部分でまた光が通りやすくなっています。第2編の写真で扱った IR クローンフィルターの場合は赤外線部分の透過量が MC80B フィルターよりもさらに大きくなっています。それでは和田倉噴水公園内の様子を見ていきましょう。最初はシャープカットフィルター SC650 を取り付けて撮った写真です。このフィルターは前に示したグラフでわかるように赤い光の波長領域、波長650ナノメートルのところで透過と不透過がはっきり分かれているシャープカットフィルターです。センサーに届く光のうち赤外線の割合が多くて、木の葉が真っ白に映る赤外線写真らしさを示しています。噴水公園の中心ともいえる3つの大噴水です。ちょうど噴水の作動が終わりつつあるところを撮影した写真です。背後の木々が真っ白に輝いています。この公園を構成しているそれぞれのものには、それを象徴する概念、デザインテーマに従って名前が与えられています。この大噴水は再生です。公園の西の端から東側を見ると休憩所があって、その向こうの木々は赤外線を強く反射しているので白く映っています。現在の公園は前にも述べたように1993年に前からあった公園を整備し直して出来上がったものですが、大噴水は1961年に現在の上皇陛下のご結婚を記念して創設されたもので、まさにこの公園の象徴とも言うべき存在であるということができます。公園の東には石垣が残っていますが、その横を通っていくと和田倉門跡を通り抜けて和田倉橋があります。公園の北側には噴水としては珍しい形の球体噴水があります。これは永遠をデザインテーマにしていて、水によって生み出される球体である地球の永続性を表している噴水です。球体噴水から水が出てきました。球体噴水の上の方からは滝のように水が流れ落ちるように出てきました。この滝のデザインテーマは息吹です。見る人の後ろから照らす太陽の光によって細かく跳ね飛んだ滝の水は虹を作り出しました。休憩所の前の小さな池でも小さな噴水が水を出しています。周りに植えられた花は白く映っています。ここからは色温度補正フィルター MC80B を使って撮影した高波長領域赤外線写真で公園を見ていきます。このフィルターを使って赤外線写真を撮ると、赤外線を強く反射している植物の葉や花は赤く映っています。最初は休憩所前の小さな噴水です。
MC80B フィルターをつけて撮った赤外線写真は、まさに赤外線カラーフィルムで撮影した写真に似ています。もっとも MC80B フィルターでは赤外線カラーフィルムで撮影した写真とはまだかなり違った感じです。このフィルターの代わりに IR クロームフィルターを使えば赤外線カラーフィルムによる写真ともっと似た写真を撮ることが可能です。IR クロームフィルターによる和田倉噴水公園の写真は第2部でご覧いただきます。やや離れた位置から見る球体噴水です。公園の東側に残っている和田倉門跡の石垣の先には和田倉橋があります。石垣の角を曲がると和田倉橋が目の前に現れました。橋がかかっているのは和田倉堀と呼ばれる堀です。和田倉橋を渡ると右側には和田倉門守衛所跡が見えます。守衛所前の交差点を左の方に進めば東京駅はすぐそばです。東京駅丸の内口は辰野金吾らが設計して1914年に完成した赤レンガ造りの駅舎からなっていて、まさに東京の玄関口としてふさわしい建物です。駅舎自体は2003年に国の重要文化財に指定されました。反対側の八重洲口が人や車で混雑しているのに対してとても落ち着いた感じのするところです。和田倉噴水公園からの帰りにこの東京駅丸の内口駅舎の美しい姿をしばらく見ていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。本チャンネルアトリエボンリューでは見えない光で撮る写真の赤外線写真や紫外線写真の他にもレンズを使わずに撮る写真のゾーンプレート写真なども対象にしています。これについての動画もどうぞよろしくお願いいたします。